こいつ中卒の猿以下で服もこんなだし、連れてきちゃってごめんね。ナースとの合コンに強引に参加させられた俺はとんでもない自己紹介をされた。俺はみんなに笑われてる気がして早く帰りたい気持ちしかなかった。しかし一人のナースが俺のあれを見て衝撃の真実に気づいてしまうことに。俺の名前は大沢慎一、24歳でフリーターをしている。過去には一応高校に通っていたこともあるが、事情により途中で辞めてしまったので、最終学歴としては中卒となっている。途中で辞めた高校の卒業資格を別の方法で取るという選択肢もあったが、気が乗らなかったので現状になっている。今は飲食店でアルバイトをして暮らしている。これはこれで気楽でいいとさえ思っているのだが、時々客としてやってくる高校生時代の同級生が厄介で少々ストレスに感じている。中学時代、そこそこ勉強ができたので、高校はそこそこ偏差値の高い進学校に通っていた。なので、そのまま卒業している同級生たちは大学に進学し、今の俺とは世界が違う。別に今の自分を特別卑下しているというつもりもないのだが、やはり馬鹿にされていい思いはできず、なるべく関わりたくないという思いがある。今日も数人でやってきた。もう卒業して何年も経っているのだから、そんなに同じメンバーでつるみ続けることもないじゃないかとか、わざわざ中退した俺のいる店に来ることもないじゃないかとか、顔を見るたびに思っている。だが売り上げには貢献しているお客様たちなので、店員としてしっかり接客はさせていただく次第だ。おう、新一、今日もいたか。俺たちは今日一日会議だったんだよ。疲れたな。お前はいいよな。バイトだから楽なんだろ。ちょっと意味のわからないことを言われているが、いつものこと。ご注文は何になさいますか？お客様との私語はあまりしないように言われているので、努めて冷静に接客を進めていく。おいおい、冷たいじゃねえかよ。彼らは笑っている。では、ご注文がお決まりになりましたらお呼びください。失礼します。一旦去ろうとしたのだが、おい、お前、腕時計だけはやけに良さそうだな。アンティークって感じ？全身貧乏臭漂ってるのに、それっておかしくない？似合わないから俺にくれよ。俺の方が似合うだろう。俺は社会人だからいい腕時計つけたいんだよな。突然毎日つけている腕時計なのにこんなことを言ってきた。この腕時計は渡すわけにはいかない。いや、この腕時計だけでなく何も渡すつもりはないが、とにかくこれは渡せないものだった。いや、無理だから。では、それ以上何か言われる前に彼らの席を離れた。相変わらずなんだか不愉快な気持ちになるなと思っていたら、しんいちくん、友達が来たからって死後は良くないよ。やめてねって前にも言ったよね。はい、すいません。ますます嫌な気分だ。俺だってできたら話なんかしたくないのに、店長から注意も受ける羽目になるとは。今日のグループは大学を出て就職した組だが、それから数日後、今度は医学部に進んだ同級生の瀬戸優太から連絡が来た。わざわざ電話をかけてきて一体何の用だろう。正直こちらとしては話すことは特にないわけなのだが、鳴り響く電子音を止めるため、あとは人として無視できないという俺の弱い部分が作動して電話に出た。おい、遅えよ。どんだけ待たすんだよ。電話に出た瞬間からすでにバカにしているではないか。やはり失敗したと思いながら、何か用？と不愛想に返事をする。別に不愛想にわざとしているわけではないのだが、嬉しい相手ではないのでそうなってしまう。まあそんな怒るんじゃないよ。お前にいい知らせがあるんだよ。俺だからこそのいい知らせだぞ。今度ナースと合コンするからさ、お前も来いよ。さっぱりだ。いい知らせという意味がわからない。
別に俺はナースにも合コンにも興味ない。日々を淡々と過ごせればそれでいいのだ。それをなんでわざわざ電話してまで俺を誘うのか。いや、興味ないから他当たって。そう言って電話を切ろうとした。ちょっと待て待て待て、謝るな。と叫んで切るのを止める瀬戸。別に早まってるわけじゃないんだが。お前もいいことあるかもよ。ナースはみんな美人揃いだし、その姿を見るだけでも楽しめるじゃないか。お前なんてそんなチャンスないんだろ。だから親友のこの俺が連れて行ってやるんだよ。感謝してついてくるべきだろ。あまりの的外れな話に何を返事したらいいかわからなくなった。よし、決定な。待ち合わせは後で LINE すっから。じゃあな。来なかったらどうなるか分かってるだろうな。と言って電話は切れた。どうなるか分かってるわけないじゃないか。正直全くもって興味はないのだが、確かに想像するとなんで来なかったの電話や LINE の嵐がやってくるかもしれない。そんな未来を考えたら気が重くなり、数時間のことだからとりあえず行っておこうという気になった。そして当日、連絡された集合場所に向かう。おーい、新一、こっち。そんなに叫ばなくてもこちらから見えている。見えているが、どうやら俺はしくじったようだ。俺は普段通りでいいよと言われたので T シャツとジーパンで来てしまった。おしゃれなんか全く興味なく過ごしていたので、楽に過ごせるこのスタイルが俺の定番だった。なぜそんなことを今わざわざ考えなくてはならないかというと、俺以外の全員がスーツ姿で集合しているからだ。おい、なんでこいつスーツじゃないんだよ。参加者の一人がボソッと言う。はは、仕方ないよ。こいつ中卒だからさ。そういうのわきまえてないっつうかさ。俺ちゃんと言ったはずなんだけどな。あ、持ってなかったか。言われてないよ。と言った俺の声はかき消され、賑やかに現地に向かうこととなった。合コンの場所は高級レストランだった。なるほど、それでスーツか。俺は周りから冷たい目で見られるのを耐えながら入店した。幸い、俺の服装でも追い出されることはなかった。ああ、瀬戸がニヤニヤと俺を見ている。やはりわざと言わなかったんだろうな。そして俺たちは店内のテーブルに通され、ナースを待つ。すぐにナースたちはやってきて、瀬戸に手を振っている。みんな綺麗だし、なんだかキラキラしていて、俺は緊張して手に汗をかいてしまった。自己紹介が始まっても、緊張して何も耳に入らないし、自分のことも話せない。そこで瀬戸がまた得意げに話し出してしまった。ああ、この喋れないやつは大沢慎一。中卒猿以下だから、自己紹介もろくにできなくてごめんね。俺の高校時代のちょっとの間の同級生なんだ。よろしくね。中途半端に笑いを取った。もう恥ずかしくて顔を前に向けることもできない。下を向いたまま、ここに来たことを全力で後悔したまま席に座って時を過ごす。どのタイミングでひっそりと帰るか、そればかりを考えていた。瀬戸たちは大学の話や病院の話で盛り上がっている。どう考えても俺の居場所ではない。なんでわざわざ電話してまで俺を誘ったか、答えは一つしかない。単に俺をバカにして優位に立っているところをナースたちに見せたい。それだけのことだろう。やはり頑なに拒否していればよかったんだ。想像していくうちに、ますます俺は殻に閉じこもっていった。この腕時計。俺が時計をしてる方の手でコップを持って水を飲んだとき、突然ナースの中の一人が俺の腕時計を指して叫んだ。何何？他の人たちもその声に反応してこちらを見る。やめてくれ。俺に注目しないでくれ。早く帰らせてくれ。こんなの別に君が興味持つものではないよ。ただの試供品みたいなものだよ。俺にとっては記念品だけど。
君じゃないよ。さっきも自己紹介したでしょ。小野田留美子。ちゃんと聞いといてよ。ああ、ごめん。正直何も聞いてないっていうか、緊張で聞こえてなかったからな。ほら、中卒サルイカくんだからしょうがないんだよ。ルミ子ちゃん、こっちで話そう。瀬戸が気づいて叫んでいる。そうだよ、あっち行って盛り上がればいいよ。嫌だよ、私もっとお話ししたい。絶対動かないルミ子さん。何なんだ。ねえ、すごい小説家なんだよね。私読んでたよ。最近書かないの？え？思わず顔を上げた。初めて正面から見たその顔は、俺の方をまっすぐに見ていて、目をキラキラさせていて、また俺は緊張してしまった。直視できず、すぐに下を向き、違うよ。別に俺はただのフリーターだし、と否定するのだが、この時計が証拠、認めてよ。こんなの誰も知らない試供品だよ。なんでそんなこと言うのよ。やけにムキになっているけど何なんだろう。他の人たちも完全にこっちに注目しているじゃないか。これはね、小説家の賞を取った人のトロフィー代わりなんだよ。私も目指したことあるから知ってるの。確かに取った人とか目指した人じゃないと知らない小さな賞かもしれないけど、目指した私は知ってる。そしてあなたの作品の大ファンなんです。その場にいる全員目が点だ。もうやめてくれよ。俺はただのフリーターなんだから。ここにいるのも無理やり誘われただけだよ。目立たせないでくれよ。思わず本心を出して失礼な態度をとってしまった。もうなんで認めてくれないのよ。あなた無双かクロエでしょ。え？この名前はさすがに偶然には出てこないだろう。まさかこの子本当に認める気になった？ああ、でももうずいぶん前のことで、なんとなくこの腕時計を使ってれば俺は俺でいられるっていうか、落ちきらないで済むみたいな気持ちがどこかにあって、もう古いんだけどどうしても毎日使っちゃってたんだ。不思議な気分だった。堅くなに隠していた、忘れたいとさえ思い始めていた小説家としての過去。忘れたいと言いながらも手放せないでいた腕時計のことも、急に第三者から言われたことでなんだか愛おしく思えてしまった。ほらほら、やっぱりこんなとこで会えるなんてほんと感動。私中学生の頃小説書いてたの。それであなたが賞を取った時同じように申し込んでたの。だけど私はスパッと落選。その時にしんいちくんの本読んで、これが対象か、すごいなって感動して、こういう人が本物の小説家になるんだなって思ったんだ。ルミ子さんはとても嬉しそうに俺の過去のことを語っていた。まさか俺の過去でこんな顔を見せてくれる人に出会えるとは思わず、とても幸せな気持ちになっていた。ルミ子さんの話はまだ終わらなかった。それで実はしんいちくんが書いた小説の中にナースが出てきたものがあって、私それでナースに憧れて自分も目指すことに決めちゃったんだ。恥ずかしそうに笑いながらルミ子さんは俺の方を見ていった。ドキッと心臓が高鳴った。なんだ今の。小説をやめてからの俺は感情が動くこともほとんどなく、こんな感覚久しぶりでどうしたらいいかわからないでいた。はい、そこまで。そんなね、いくら中卒サルイカくんがかわいそうだからって適当に話作らなくていいから。こいつがそんないい賞とか取るわけないじゃないか。初めて会ってこいつがかわいそうに思える気持ちはよーくわかる。だけどそれを乗り越えてこいつも強くならなくてはいけないんだよ。こいつは何を力説しているのだ。こいつはもちろん瀬戸だ。今日の試練は俺に必要だと思ってあえて作ったとでも言うのか。全然全く不必要ではないか。何言うの？この人本当に小説家なんだから。まだ言うのかい？もうそいつのことはほっといて俺と美味しい酒飲もうよ。これ以上そっちにいてもいいことないよ。うすら笑いを浮かべて
そしていつもよりさらに俺を蔑む目で見ていった。ほんとやめてください。なんでお友達なのにそんな態度なの？お友達だから俺は何言ってもいいんじゃないか。こいつが勘違いしないように教えてやってるの。とにかく人違いかなんかだよ。早く諦めろ。違う。言い合いが続いていた。ルミ子さんもそんなムキにならなくてもいいのにと思う。他の参加者も様子を見て静かになっていて、このままじゃ彼女が嘘つきみたいに思われる可能性もあると気づいた。それで俺は俺の過去を語る決意をした。まずは腕時計を外して裏に刻まれている章の名前と日付をみんなに見せる。それでルミ子さんの話が本当だという証明ができた。ルミ子さんはとても満足げだ。その顔を見れただけでもなんだか嬉しくなった。だけどそこで終わったんじゃ俺が取ったんだか誰かにもらったんだかはわからないと思い全てを話した。俺は子供の頃から物語を考えるのが大好きでたくさんの物語を作った。それで高校生の時に本名も顔も非公開で書いた小説で思い切って応募したらそれがまさかの受賞をしたというわけだ。その受賞により自信がついた俺はもっともっと本格的に小説を書いてみたくなってしまった。となると学校にいる時間が無駄に思えて授業中も物語の空想が止まらない。先生に注意されることも増えてますます学校が無駄に思えた。しばらくは頑張ったが学校の成績ももちろん下がるし執筆活動も学校にいる分思うように進まない。何もいいことないじゃないかと親を説得して高校の中退に成功した。その後は生きてる時間すべてを小説作りに費やしたと言っても過言ではない。食事も睡眠も忘れることもあるくらいのめり込んでいた。どんどん物語が浮かび上がり、登場人物が勝手に動いているのを文字にするだけの作業で、アドレナリンはバンバン出るし、最高なひとときだった。だが、それが突然、本当にある日突然、筆がと言ってもパソコンに入力していたので、指がと言った方がいいだろうか。指が止まってしまったんだ。それからもう何も動かないでいる。小説を書けない俺は何の価値もない。ただただ息を吸って吐いているだけだった。だけど親は心配していろいろ言ってくる。一応わがままを押し通して学校を辞めさせてもらったという負い目もあり、親を安心させるためだけに飲食店のバイトを始めてはみたが、それ以外に変化はない。外に出ることで何か浮かぶのかもしれないと思ったけど、物語は止まったまま数年が過ぎている。そんな状態だけど腕時計はつけている。賞を取ってからずっと身につけていたから、これを外すのはあの過去も全てをなかったことにしてしまうような何とも言えない気持ちになるのだった。ああ、これ読んだよ。俺の身の上話を聞きながらナースたちはスマホで俺のことを調べていた。そしていくつかヒット作が出てきたようで驚いてくれている。面白かったよ。また読みたくなってきた。帰りに買ってこようかな。ありがとう。素直に嬉しい。一番俺が俺でいられた時代のことを認めてくれる人たちがいた。それだけじゃなく話の内容をいろいろ聞いてくれたりする子もいる。久しぶりにあの頃の登場人物を思い出す。あの頃自由に飛び回っていた彼ら、今は何をしているのだろう。そんなことを思いながらナースたちと楽しく会話をしていたら、当然ながら瀬戸たちは面白くない。彼らは勉強ばかりしていたので、小説のような空想世界には全く興味がない。学生時代もそんなの読んでる暇があったら一つでも単語を覚えなくては、そういう世界であっただろう。必死になって彼女たちを振り向かせようといろいろ話を振ろうとするのだが、彼女たちはみんな俺の小説話の方が気になっていて、瀬戸たちを邪険にしている。人の不幸を喜ぶみたいでよくはないが、いつも人を見下す彼らが今どう見ても俺に負けた感覚になっている。実際には何か勝ったというわけではなく複雑ではあるが、少しだけ報われた気がした。
ナースたち、いやルミ子さん、気づいてくれてありがとうと思う。いろいろ話していくうちに小説を書いていた楽しい時代を思い出していた。また不思議な気持ちが湧き出てくる。もしかしたら俺は賞を取ったことで自分に酔いすぎて発想が堅くなになってしまっていたのかもしれない。小説を楽しんでいたはずなのに、気づいたら作品を増やすことに必死というか、本来と違う方向だったのかもしれない。それを俺の中の誰か、細胞レベルの誰かが気づいて止めた。そんなことを考えながら、こんなに笑いながら誰かと話したのもかなり久しぶりだなと気づいていた。そうして改めて小説を書きたいと思っている自分がいた。楽しい合コンは終わり、瀬戸たちは不機嫌そうだが、俺はなんだかとても穏やかで幸せな気分になりながら解散をした。帰り道はルミ子さんと同じになり、2人で歩く。連絡先を聞かれたので、お互い交換をして、また会う約束を交わした。なんだか妙にドキドキした。高校生で小説だけの世界に入った俺は、きっと高校生で感性も止まっているのだろう。思えばこれが俺の初恋なのかもしれないなと思った。その後、会うたびに俺はルミ子さんに惹かれていった。ルミ子さんも会うたびに笑顔が増えて、話題もいつも絶えなくて、別れる時間はいつも惜しかった。こんな人に出会えるなんて。俺は昔妄想で書いていた恋愛小説も思い出した。あの頃は完全妄想で書いていたが、実際に恋をするとこんな気持ちになるんだなと分かった。また小説が書きたい。完全に心がそう動くようになっていた。その気持ちと付き合いたいことを伝えて俺たちは前進した。そしてルミ子さんに腕時計を預けることを決めた。これが腕にはまっていることで何か縛られていたのかもしれないと思い、すべてを解放した中で新たに執筆してみたくなったのだ。ルミ子さんは腕時計渡されてどうしたらいいんだって思ったようだけど、また俺が小説を書けるようになるまで預かるという形で受け取ってくれて、俺の背中を押してくれていた。それとついでに、ねえ、いつまでルミ子さんなの？新一。初の呼び捨てにまたドキドキした。俺もドキドキしながらルミ子と呼ぶ。そして二人で恥ずかしくなって笑い合う。いい年した大人が何してんだって感じだけど、俺のこれからの小説活動に必要な感受性を育てている。そんな気がする。執筆活動を始めながらもバイトは続けていた。相変わらず同級生たちは俺をバカにしにやってくる。飽きもせずよくわざわざ来るよなと思う。この前は別の人、会社の同僚だろうか、連れてきて小説家が同級生なんだと自慢しているやつもいて、そんな時には小説家でも友達でもないと否定してやる。そして恥をかいているようだが俺のせいではない。そんな対応してるから話してる時間は減り、おかげで店長からは最近死後が増えないように気をつけてるみたいだねなんて褒めてもらえるようになった。なんだかあの日から全てがいい方向に向かっているみたいだ。最初に瀬戸が言ったいいことあるかもよは真実となっている。絶対瀬戸の思惑とは違うが、瀬戸といえばこの前また連絡が来て、ナースたちが会いたがってるからまた合コン来ていいよなんて誘われたが、俺にはルミ子がいる。もう合コンに行かされる必要は全くない。しつこく誘ってはきたが、前回と違ってこっちの軸がしっかりしたというか、曲げられないものがはっきりしたので、揺らぐことなく断ることができた。そんなこんなで瀬戸はナースたちに相手にされなくなったようだ。さらに遊んでた分勉強がおろそかになり、必死に取り戻さなくてはならなくなったようで、俺をバカにしてる暇もなくなったようで平和になった。ちゃんとした医者になっていただきたいものだと願う。俺はルミ子の支えもあり、また小説が書けるようになっていった。前よりも登場人物は感情豊かに動き回れるようになった。昔とは違う物語がどんどん湧き上がる。すべてルミ子のおかげだと思う。この出会いに心から感謝している。あれから数年、俺たちは結婚した。
不規則な生活パターンな2人だけど、お互いに大事なところで結びついているので、すれ違うことなく一生を添い遂げられる。俺はそう信じている。